今回はフォームローラーで上半身をじっくりとほぐしていきます。肩甲骨を動きやすくして背骨の歪みを整えることで疲れにくい体、痩せやすい体を手に入れましょう。それでは早速始めていきます。まずローラーを縦向きに置きます。で、ローラーに肩甲骨の内側から後頭部が乗っかるように仰向けになります。で、両膝を立ててお尻を浮かせて肘を上下に大きく動かします。肘の動きと連動して肩甲骨が動いて肩甲骨内側の筋肉をゴロゴロとほぐしていきます。肩こりの解消や背中痩せに効果的で、この時肩が上がりやすい方はこうやって肘をグッと下げる意識を強く持つと肩が下がりやすくなって肩こりの予防につながります。肩甲骨内側のちょっと下の部分をギュッと縮める意識で動かしていきましょう。で、次に肘を前後に大きく動かします。肘の動きと連動して肩甲骨が開いたり寄ったりするのを感じます。で、肩が前に入りやすい方、巻き肩の方は肘を後ろにグッと引く意識を強く持つ。そうすると肩甲骨が寄って肩が開きやすくなってくれます。肩が開いてくれれば肩甲骨が動きやすくなってくれるので背中痩せに効果的です。グッと後ろに引いていきましょう。次、胸の前で手を組んだら手のひら返して上ぐーっと背伸びをしながら左右にゆらゆら肩甲骨の内側、背骨沿いをゆらゆらとほぐしていきます。この時お尻が下がっていると結構背中にローラーの下の角が当たって痛いと思うのでお尻をしっかりと上げていきましょう。次、お尻を下ろして腕を横に広げて深呼吸。腕の重みで胸から上腕二頭筋、力こぶの筋肉がじわーっと伸びるのを感じます。伸びにくい方の場合は腕の角度を調整してちゃんと伸びる位置を探してあげましょう。深呼吸を繰り返しながら肩を開いていきます。巻き肩の改善に効果的。で、次にローラーを横向きに置きます。よいしょ。横向きに置いたら後頭部、頭を乗せるように仰向けになります。このまま首を左右にねじって後頭部を全体的にほぐしていきましょう。この後頭部、真後ろだけじゃなくて後頭部上の方ですね、頭頂部に近い部分もゴロゴロほぐす。あとは後頭部の下の方もゴロゴロとほぐしていきます。頭痛の解消や眼性疲労の解消に効果的で、首のこりが気になる方の場合はこのまま一回ピタッと止まって後頭部をローラーにぐーっと押し付けながら首を左右にゆっくりとねじっていきます。首の後ろを縮めることで首こり、頑固な首こりの解消に効果的です。首こりがそこまで気にならない方は後頭部をゴロゴロほぐすだけでも OK です。ローラー下にずらして首の後ろをゴロゴロとほぐしていきます。そこまで早く動かさなくても大丈夫なのでゆっくりと大きくほぐしていきましょう。押し付けた方はもう首の後ろがある程度緩んでいると思います。首の後ろのこりがまだ気になる方はこのままピタッと止まって顎先上、両肩すくめて後頭部の下の方をじわーっと圧迫していきます。後頭下筋群をほぐすことで眼性疲労や頭痛の解消に効果的。あと僧帽筋の付け根があるので首後ろのこりの解消に効果的です。ふーっと力抜いて顔を左に向けて顎先上、左肩すくめてじわーっと圧迫。ふーっと力抜いて顔を右に向けて顎先上、右肩すくめてじわーっと圧迫。ふーっと力抜いて首を左右にねじって首後ろをゴロゴロとほぐす。
次、側頭部左首横をほぐしていきます。左下で横向きになったら、左側頭部をローラーに乗せて、このまま首を左右にねじって、側頭部をゴロゴロとほぐしていきます。この耳の上からその後ろ側、あとはこめかみら辺まで大きくゴロゴロとほぐしていきましょう。側頭筋をほぐすことで顔のリフトアップ効果や、あとは各関節症の解消に効果的です。次、ローラーを下にずらして左首横をローラーに乗せる。首を左右にねじって首横からその後ろ側、斜め後ろ側をゴロゴロとほぐしていきます。首から肩のこりの解消に効果的。この時ちょっと顎を上げるようにすると首をほぐしやすくなります。でピタッと止まったら頭を左に傾ける。耳たぶ後ろの骨、乳葉突起をじわーっと圧迫。ここには胸鎖乳突筋という筋肉が付着しています。乳突筋をほぐすことで顔のリフトアップ効果や、あとは顔のむくみの解消に効果的です。ふーっと力抜いて首を左右にねじってゴロゴロとほぐす。反対側も同様にほぐしていきます。右下で横向きになったら右の側頭部ローラーに乗せて首を左右にねじって右側頭筋をゴロゴロとほぐしていきます。耳の上からその後ろ側、こめかみまで大きくゴロゴロ。硬い部分があれば細かくほぐしてあげてもいいです。ただあんまりほぐしすぎると頭痛の元になってしまうのでほどほどにしましょう。ローラー少し下にずらして首横乗せて首を左右にゴロゴロとほぐしていきます。首の横から首の斜め後ろ側までほぐしていきましょう。肩の付け根のこりが気になる方はローラー深くに首を乗せてゴロゴロほぐすと肩の付け根もほぐすことができます。で、ピタッと止まったら頭を右に傾ける。耳たぶ後ろの骨、乳葉突起をじわーっと圧迫していきます。首が回りづらいっていう方でもこの胸鎖乳突筋ほぐしてあげることで首が回りやすくなってくれます。優しく気持ちいいくらいの強さでじわーっと圧迫していきましょう。で、ふーっと力抜いてまた首を左右にねじってゴロゴロとほぐしていきます。次に脇をほぐしていきます。ローラーに腕の付け根、脇を乗せたらこのまんま上下に細かく転がっていきます。体を少しだけ後ろに傾けて腕の付け根のちょっと後ろ側、脇の後ろをほぐしていきます。ここはかなり痛いポイントだと思います。ローテーターカフですね。ここが硬くなると肩こりを感じたりとか、あと四十肩、五十肩になりやすいのでしっかりと緩めていきましょう。痛すぎる方の場合はピタッと止まって痛すぎない程度に体重を預けたままじわーっと圧迫していきます。で、二の腕痩せしたい方は体を下に傾けて脇の中をゴロゴロとほぐしていきましょう。気化リンパ節ですね。ここの詰まりを解消することで二の腕の老廃物が流れやすくなってくれます。ここもかなり痛いポイントだと思います。ジンジンして体が熱くなってくるかもしれないです。次にローラーに二の腕を乗せてこのまんま上下にゴロゴロと転がります。上腕三頭筋をほぐしていきましょう。で、大きくゴロゴロするのが難しい方の場合はこの肘のちょっと上の部分ですね、ここをほぐすように細かくほぐすだけでも OK です。これはもちろん二の腕痩せに効果的です。もうね、結構痛いと思います。次に体をちょっと下に向けて上腕二頭筋を乗せたまま上下にゴロゴロと転がります。上腕二頭筋もね、意外と硬くなっているポイントです。上腕二頭筋が縮んで硬くなると上腕三頭筋、二の腕が伸びて硬くなる、要はたるんでくるので、二の腕痩せするためには力こぶ上腕二頭筋もしっかりとほぐしてあげましょう。こんな感じで反対側も同様にほぐしていきます。次は左の脇をローラーに乗
せて、このまんま上下に細かくゴロゴロと転がる。で、体ちょっと後ろに傾けましょうか。腕の付け根のちょっと後ろ側をゴロゴロとほぐしていきます。痛いですね。ローテーターカフ、ここはかなり痛いポイントなので、冷や汗が出るかもしれないです。ただ、あんまり痛すぎてもよろしくないので、痛すぎる場合はピタッと止まって、ちょっと体重を支えた状態で気持ちいいくらい、痛気持ちいいくらいで圧迫してあげましょう。余裕がある方はしっかりゴロゴロとほぐしていきます。で、次、体下に傾けて、脇の中をゴロゴロとほぐしていく。で、脇の中でも結構痛いポイントがあるので、そこを狙っていきましょう。液化リンパ節ですね。これもかなり痛いです。腕を長時間使う方とかは、この脇周りがかなり硬くなっているので、しっかりと緩めてあげましょう。で、次にローラーに二の腕を乗せて、上下にゴロゴロと転がる。できればこの脇から肘まで大きくほぐしてあげたり、角度を変えながらほぐしてあげると全体的に二の腕が緩んでくれます。大きくほぐすのが難しい場合は細かくほぐしてあげましょう。で、胸を下に向けて上腕二頭筋を乗せる。このまま上下にゴロゴロと転がります。この力こぶの筋肉も肩の前側から肘までつながっているので、なるべく大きくゴロゴロとほぐす。肘を長時間曲げている方、腕を長時間使っている方はしっかりとほぐしてあげましょう。で、次に背中をほぐしていきます。ローラーに背中を乗せるように仰向けになります。頭の後ろで手を組んで肘先上、お尻を浮かせて上下にゴロゴロと転がります。背中の上の方から下の方まで大きくゴロゴロとほぐしていきましょう。深呼吸の吐く息とともに体の余計な力を抜いてローラーに体重を預けていきます。で、大きくゴロゴロするのが難しい方の場合は細かくほぐしていきましょう。まずは肩甲骨内側のちょっと上の方を細かくゴロゴロとほぐす。ここは肩甲虚筋の付け根、あとは僧帽筋がありますね。肩こり解消に効果的です。次に背中の特に丸まった部分にローラーを当てて細かくゴロゴロ。肩甲骨のちょっと下の部分ですね。この猫背筋です。背中が丸まっている方はこの辺をしっかりほぐしてあげると背筋が伸びやすくなってくれます。もちろん背中痩せにも効果的です。で、丸まった部分にローラーを当てたまんまお尻を下ろして肘を開いて深呼吸を繰り返していきます。丸まった背中をじわーっと反って緩めていきましょう。深呼吸の吐く息とともにローラーに背中がじわーっと沈んでいくのを感じます。現代社会だとね、どうしても背中が丸まってる時間が長くなりがちです。それはもうしょうがないと思うので、丸まっている時間が長い分、こうやって1日に1回でも2回でも背中を反る時間を作ってあげましょう。で、体を起こして腰と背中の間をゴロゴロとほぐしていきます。背中の下の方ですね。この肋骨が終わる部分、腎臓があるあたりです。疲労感が抜けない方とか水分代謝が悪くなっている方、むくみやすい方はこの辺を優しく緩めてあげましょう。で、次に腰をほぐしていきます。ローラーに腰を乗せて両肘後ろについて前後にゴロゴロと転がる。腰の後ろ、肋骨骨盤の間のあたりをゴロゴロとほぐしていきます。腰痛や反り腰の改善緩和に効果的。次、体を右に傾けて前後にゴロゴロ。右の腰後ろ、肋骨骨盤の間を細かくゴロゴロ。腰に関してはあんまりほぐしすぎると逆に腰痛になりやすいので、サクッとほぐしていきましょう。体左に傾けて前後にゴロゴロ。左の腰後ろ、肋骨骨盤の間を細かくほぐしていきます。
次にローラーに仙骨が当たるように仰向けになります。骨盤の後ろ側ですね、腰の下に当たる部分です。このまま左右にゆらゆら揺れて仙骨をゆらゆらとほぐしていきます。腰痛や生理痛の解消、便秘の解消にも効果的です。余裕がある方、もっとしっかりとほぐしたい方は両足を持ち上げて両足の体重を乗せた状態でゴロゴロほぐす、ゆらゆらほぐしてあげると良いです。逆にローラーに仙骨を当てた時点でもう痛いよっていう方の場合はローラーは外して両膝を抱えて左右にゆらゆらする。こうすると優しく仙骨を緩めることができます。自分の体の状態に合わせてお好きな方をお選びください。次に片方の膝を抱えて片方の足を伸ばす、腸腰筋を緩めていきます。腸腰筋、腰とつながる筋肉なので腰痛の改善に効果的です。で、反対の足、膝を抱えて反対側は伸ばしてあげる。で、腸腰筋は骨盤の内側に付着しているので骨盤の歪み、ねじれが気になる方とかもこんな感じで腸腰筋を緩めてあげましょう。次、膝を左右交互に抱えていきます。グッグッっていう感じで自転車を漕ぐような感じですね。腸腰筋を曲げ伸ばし、伸び縮みさせることで下半身の血流が良くなるので冷えやむくみの解消に効果的です。で、最後、両膝を抱えて膝を胸にぐーっと近づけていきます。腰の後ろをじわーって伸ばしていきましょう。反り腰の方は腰の後ろが反っている、要は縮んだ状態で硬くなっているのでこんな感じでじわーっと伸ばしてあげると反り腰の緩和、反り腰型腰痛の改善に効果的です。この膝の曲げ伸ばしとかこうやって両膝を抱えるのはローラーなしでも大丈夫なので仙骨ローラーに当てると痛い方はローラーなしでやっていきましょう。で、お尻の穴をギュッと締めた状態でゆっくりと体を起こしていきます。はい、お疲れ様でした。ここまでやってあげると上半身、頭から腰までがスーッと軽くなる感覚があると思います。これを朝やってあげれば肩甲骨が動きやすい状態、背骨が整った状態で一日を過ごすことができるので一日中疲れにくくなったりとか、あとは代謝がアップして痩せやすくなります。あとこれを夜毎晩やってあげれば頭から背骨沿い、自律神経をほぐして緩めることができるので心身がリラックスしてぐっすりと眠ることができます。体がガチガチに硬い方の場合はこれを毎日朝晩やってあげる。で、体がある程度緩んできたらもうちょっと短いバージョンの上半身をほぐす動画もあるのでそちらに取り組んでみてください。では本日はご視聴どうもありがとうございました。今回の動画で良かった点、やってみて効果を感じた点とか逆に悪い点、改善点とかがあればコメント欄で教えていただけると助かります。あとインスタもやっていてそちらでは短時間30秒とか1分でできるリリース&トレーニングの方法とか、あとはフォロワーさん限定特典サービスとかも用意しているのでよければそちらも覗いてみてください。では。